今日はちょうどいいスポーツスター、車両は2003年アニバーサリーモデル、これね2003年、そうアニバーサリー100周年だよね、これ確か 100周年ね。ハーレー・ダビッドソン100周年限定車、当時2003年でね、2003年モデルはね、なんか緑色のかっこ悪い限定仕様のカラーリング、そう言ったらいかんよね、かっこ悪いとかそこカットして、そう2003年はね、2003年のアニバーサリーは、ここエンジンのここにね、コロナマークがあってね、もうこれがあると2003年の証みたいな、カスタムしても分かるっていう。2003年これ隠れちゃってるからフォースでそうちょっとこっぱずかしいんだよね、なんかお前の2003年じゃんみたいな。そう2003年ハーレー100周年、まあ今は2023年だから23年になっちゃった今ね。ザ・スポーツスターって感じのスタイルで、まあこの年式だともうちょっとでかいタンクで、こういう丸っこい、そうでかめのタンクだけど、まあ9号までか、このタンクってまあ一般的なスポーツスタータンク、でこれもうボルトオンでつくものがあるので、まあ、基本このバイクオールボルトオンで売ってます。そうでそのちっちゃいタンク、今はね安価で売ってるもんで、安価で売ってるんだけれどもなんかね、取り付けまで大変なのよ、このタンクの中が、なんか鉄粉とサンダーってもうジャリジャリでまず中をタンク洗浄して、でこれたまにリークってガソリン入れると漏れちゃうね、リーク漏れないから全部チェックして、で中クリーニングして、でサビ取り剤して、でまあコーティングするようなコーティングして、ようやくタンクになるっていうシンプルっていう、もうねハーレーパーツあるある。いやそのままつけれんのみたいな、つけれまてんみたいな。あくまで素材ですね。まあそのタンクはベースでもね、ボルトオンでつくもんで、もうそのまんまもうポン付け、いいよね。でもそれで楽だね。まあ基本的なこの辺にねごちゃごちゃしたものがあるんだけど、本来純正は、全部ないです。横から見てそうコイルもメインキーも基本的にでかいもので言うと、まあ定番のサイズに移設して、キーはバッテリーしたっていう、まあいつもの定番のねやり方で、あとねコックはね、やっぱねこのね安いの使っちゃうよね。最近ねここのなんだったかな、このコックこれもうねうちのもうホームページで買えるようにするから、これもうね気持ちいい、このカチッってそのクリック感は気持ちいいね。確かになんだろう、クリックが好きだったかな、なんかその名前のやつ、これもいいわと思って、安い変なコックとかつけたないなってやっぱねいいパーツはいいよね。いいパーツつけよう。でね、この車両の一番の特徴、まあいろいろやってあるんだけど、なんていうの、何かが違うんですよ。何かっていうと、ホイールがこの年式だともっとね本数の多い、細かくて本数の多いホイールが入ってるんだけど、これはもうね 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9キャストっていうね、まあ一つ古いホイールをこの年式に合わせて、まあ、加工が必要なんですけど、この年式は、まあ、加工、してつける。純正が 13？ 純正が13の、キャストだよね。もうすごくね軽くて、もうこの9本キャストでこの、ちっちゃいスポーツタータンクでこのスタイルっていうのはやっぱりもうなんか俺の知ってる惜しかったやつや。ザ・スポーツスターやパパさん乗りてーって昔ね、10年頃ね、あれをもう彷彿させるね、いいよね。でタイヤももうあえて純正のダンロップのね、ハーレーダビッドソン純正タイヤ出せるよね。これどこか書いてないこれ、ロゴがほら逆だけど、これ逆だけどハーレーダビッドソンね、これでもこのね硬いタイヤ、このタイヤね、何がすごいってね、めっちゃ硬いの、こうサイドオールが、な
なんで硬いかってパンクしても走れないの。おお。もうなんか今流行ってるじゃん、ほらラン BM フラットとか入ってさ、ランフラットとかでさ、うんもうそんなのもう昔からもううちパンクしても走れます。まあアメリカ走るからねパンクしたら死んじゃうもんねあんなとこでね。パンクしても走れるっつって。ただこのタイヤは減らないの。そして硬い。すげえ持つよねこのタイヤね。相当持つね。相当持つよね。でこのタイヤ新車からずっと履いてる中古車おるもんね。10年とか普通に履いてる。でもう外す時にとてもじゃないけど硬すぎてカチカチ。もうほんと無理なんすけどってもう何回泣いたか。カッチカチ。もうなんかね最後ね本当にね木みたいなんでね、うん。ほんとねなんこれみたいな。まあでもね純正タイヤとかね心ときめいちゃうのねこうなんかね分かってんな。変なヴィンテージ変なんじゃないよヴィンテージタイヤとか履かせずに純正タイヤ履かして9本履かしてあ分かってるねみたいな、そういう感はあるよね。通好みっていうか、なんだろうな。あとはなんか俺個人的に好きなのはこのストラットメッキ。で黒の車両とかでもストラットメッキにするだけで映えるよねやっぱりね。そうだね。やっぱ黒とクロームっていいよね。相性がいいよエッチだね。全体の。高級感が出て。あとはなんだろうな。あとはテールランプ、やっぱりこのデュオテール。リム付きなんだ。そう。でこれガラスレンズに変わってて、で純正がさどうしてもプラスチックのテールなもんでこの赤くて、やっぱりちょっと安っぽいもんで質感がねやっぱり全然いいよねっていう。確かに。そうでもねなんかいろいろ好きになってくるとこのガラスレンズにまずは変えてるんだけどここはプラの安っぽいやつのがときめくとかね一周回っちゃうんだ。そうチープな方がしびれるんですけどみたいな、なんかちょっとかっこいいのとダサいのどっちにしますか。いやダサいねみたいなダサかっこいいってやつね。なんかやりすぎないってなんか頑張らないのも、いやこれはこれで全然ね雰囲気があって満足度も高いものにどんどんなっていくかもしれないけど、一回これはやりたいね。みんなつけてまた戻してとかね、一周回るためのプロセスだ。何やってんだろうみたいな。まあだけどそういうのが楽しいからねカスタムっては。あ、アレクサ今日も頑張るわ。わかりませんでした。あ、そうすみません。そうシートはね、これね、ワンオフで。こういうのやっぱ欲しいってオーダーあるから、シートもなんか付きだよね、こういうのね。チャリンチャリン。でもね、いいよね、雰囲気が。やっぱり、ワンオフで作ると、すごい雰囲気良くてかっこいい。いいよね。なんかもうほんとザ・スポーツスターっていう。そのやりすぎてないっていうね。おまけにこう分かっとるよねっていう本当になんか通好みだね。通好みだね。でこのキャップはね、オリジナル商品のね、キャップで。これもね、こちらのウェブサイトで買えるんで、チャリンチャリンで、でこれね、種類は十字のやつも十字のやつで、営業もこれ、チャリンチャリンこれ十字のやつで、マイナスのやつもあるから。まあでもね、結構これ好き。これ。そのとこか？パパさんって、なんて言うんだろう、やっぱりね、パワー感がね、900cc の割には、すごく、何と比べてって話もあるんだけど、やっぱり、1200と比べるとないよね。多分 400cc 近く違うからそりゃそうなんだろうけど、でもパパさんはね久々に乗るとめっちゃいい。めっちゃ何がいいって癒しのバイクなかなかないよね。癒されるバイクってさやっぱスピード出してなんぼっていうかさパパって乗ることが多いんだけど、まあ分かんない人にもよると思うけど、パパさんはなんかこれはこれでいいかなみたいな。なんかそんなもう無理してなんかスピード競争じゃないけど頑張って走ってかんでもなんかいいのよ。ザ・スポーツスターだけどツーリングでもうなんか新型とかと一緒に走って高速ビャー行かれるとまあビリッキツっすわまあ頑張るとしんどい。確かに。だけどもうなんかもう本当にね
もうほんとここだとね、海藻川の川べりとかをテケテケテケって走っとると、もうなんかそういうなんかどうでもよくなっちゃうね、本当にね。なんかそういうなんかパワーとかさ、そういうのじゃない面白みなかなかないよね。遅くても楽しいっていうバイクがさ、でエンジンがやっぱりピストンがさ、そうそう、ピストン見る？ピストン見たでしょ、1200のパパさんのサイズ違い。あるのね。あるんだよね。これ持ってきたの。こっちはね、1200。うん。こっちはね、パパさん。こんなに違うの。ねえ。もう一回りとかね、もうだいぶ違うよね。確かに。これがこうでさ、だいぶ違うくないこれ。これ。そう。だけど、ストロークは一緒なもんで、もうロングストロークなんだよね、圧倒的に。そう。やっぱね、粘り強くてね、すごいね、それはそれで楽しい。言うと、パパさんの、なんていうの、キャブ車に限る。で、ここが良かったらもっとバイクなのになと思うのは、キャブがね、キャブレターが、でっかいさ。この、キャブレター、純正の CV キャブっていうのがついてるんだけど、三国の、京浜か。京浜のね、CV キャブっていうのがついてるんだけど、このボディサイズの径が、パパさんから、まあ、当時1450の TC 追加目まで、共通っていう。ボディが共通で使ってるっていう。1400にも使えるサイズを。そう、1450で使ってるサイズをパパさんでも、だってもう、ね、1.8 倍ぐらいかサイズで言うと。そう。ありえんじゃんっていう。だからこれがもっとちっちゃいキャブつけると、パパさんはもっと速くていいバイクになるのにな。多分ね、レスポンスが良くなる感じなのかな。そういう改造面白いから誰かやりましょう。もうね、こだわりのパパさん。いいよね、なんかね、パパさん。